どうも、明智ピロシキです。はい、どうもランポです。お願いします。今回の動画は、ソニックプライム感想会です。おー、ソニックプライム感想。はい。はいはい。ソニックプライム知らない人のために一応説明しておくと、2022年12月に Netflix 限定で公開されたオリジナルアニメです。全24話を予定してまして、現在は8話まで公開されてます。で続きは2023年内に公開されることがつい先日決定したばかりということで、続編決定ね。今熱い状態なんですよ。確かに。一旦このタイミングで、ぶっちゃけソニックプライムどうだったっていう、第8話まで見た率直な感想を忖度なしで語り合っちゃいましょうという企画になってます。なるほど。はい。ここが見どころという推しポイントをいくつか考えてきましたので、それをお互い発表し合って、最後に全体を通してのソニックプライムの感想を話し合えればなと思ってます。はい。ソニック知識にも差がありますしね、2人で。で、アニメ見る目線も違うでしょうから、気づく点とか気になる点の違いがね、出るんじゃないかなと思って、そこを楽しみにしてます。なるほど。当然ですが、ソニックプライムのネタバレがありますので、その辺はご了承ください。はい。では早速、ソニックプライムの個人的推しポイント。お互いね、3つずつ考えてきてますんで、まず玉川さんの方から発表してもらってよろしいですか？いきます、じゃあ。ソニックプライム、玉川的推しポイント。玉川的推しポイント。その1。各シャッタースペースのテイルス。なるほど。これっすね。はい。やっぱ玉川さん、テイルス好き。これ推しキャラでございます。アイコンもテイルスでございます。そうですね。どのキャラもこれソニックプライム魅力的なんだけど、今のところ、テイルスが一番この振り幅が効いている。これはあるんじゃないかなと思いまして。意外とナックルズとかってブレなくない？そうなんだよね。世界ごとに。わかる。そうなんですよね。そうなんだよ。で、一方テイルスはやっぱ心優しくてちょっと気弱でメカに強いみたいなホームの性格ありながら、最初に行く世界、ニューヨークシティのナインのあの真逆の性格、残忍でぶっきらぼうで、非常にクール。そうね。同じくメカに強いんだけど、全然真逆の性格をしてる。そこから始まってますし、そうだね。各世界こうなんか、あ、そういうテイストで来るんだっていう、非常に振り幅があるキャラクター、これテイルスだなと思いまして、ここはぜひ注目いただきたいというか、玉川さん的推しポイントその1、各シャッタースペースのテイルス。なるほど。いかしてくださいと。いうことでございました。中でもちょっとこれもなんか続けちゃっていい？全然いいよ、全然いい。マンジーが好きなのよ。マンジー。マンジー。はい。ボスケージベイズの。そう、ジャングルのね、世界で出てくる、マンジーっていう名前の、テイルスモチーフのね、キャラクターが好きで、知能が低いテイルスって、やっぱこれレアじゃないですか。すごい、獣してるじゃないですか。そのマンジーが、そのボスケージベイズっていうジャングル世界のキャラの中でも異質だよね。そうなんですよね。そもそも人語喋らないっていうのがあって、他のキャラと一線を画してますし、やっぱりもともと頭いいキャラで、こう、ソニックを頭脳的にアシストするみたいな立ち回りが多い中、もう知能が低くて全然役に立たないじゃないですけど、ちょっと野生的な立ち回りを見せるという、これはちょっと新しい描写なんということと、最初、2本の尻尾で飛べることに気づいてないんですよね。マンジー自体が。これも新しいよね。これ新しいなと。それをソニックがこう優しく教えてあげて、飛べるんだぜと。で、飛んでみろと。ジャングルをこう羽ばたいていくマンジー。自分の能力に気づくみたいな、あのシーンもすげえ好きでね。いろんなテイルス好きだけど、中でもマンジー好き。ここを教えたとこですね。そうなんですね。はいはいはい。ということでございました。じゃあ、玉川的推しポイントその2。2D ソニック表現。なるほど。これっすね。ここ来ますか、玉川さんが。映画、ソニック・ザ・ムービーでもね、たびたび使われてた手法だと思うんですけど。確かにね。エンディングとかね。クラシック時代のドット絵を取り入れた表現。やっぱこれソニックならではというか、やっぱ他のアニメではなかなか見れない。ゲーム原作だからこそみたいなのが。そうっすよね。これやっぱソニー歴を横で見てた僕ですら結構やっぱ高まる演出だったんで、この往年のファンにはやっぱり嬉しいサービスなんじゃないかなと。いや、嬉しいですよ。思います。このシーン使うんだみたいなのありましたから。でしかもそのドット絵で言うなればそのクラシック風ナインみたいな。そうだね。ナインが描かれたりするじゃないですか。っていうなんかその昔の表現方法で今の新しいキャラクターを演出するみたいなのも、これもおしゃれというか、見せ方として面白いな。思いまして。で、そのなんかクラシック描写のナインが登場することによって、ちょっとこうなんすかね、もしかしたらゲームでもそういうキャラクターの性格があり得たのかなというか、実際にはね、優しくて気弱で、我らがよく知るテイルスがゲームのテイルスとしてこう扱われてるわけですけど、もしかしたらテイルスそのものが残虐で、非道で、
いじめに自分の力で打ち勝った、キャラクターとしてゲームでも描かれる可能性ってもしかしてあったのかなっていう、ちょっとそういう妄想をかき立てる材料としてちょっとすごい面白いなと。シーンは結構ね、来るものあるよね。ですよね。思いましたね。ありがとうございます。じゃあちょっと3つ目、続けていかせていただきますけど、ソニックプライム推しポイント、その3、キャラのコスチュームチェンジ。はい。ここっすね。ちょっとやっぱ玉川さん的に一番熱いかったのが、ここが一番熱いんだ。キャラのコスチューム。これは熱くて。わかるな、でも。そもそも、そのソニックがなんかファッショナブルな、衣装を着てたりとかっていうファンアートがすげえ好きなんですよ、俺。ファンアートね。結構あるっすよね。なんかなんすか、ブルゾン羽織ってる、MA1 羽織ってるソニックとか、普通に市販のおしゃれなブーツを履いてるソニックだったり、テイルスだったりっていう、キャラクターたちのファンアート。っていうのがすげえ好きで、ツイッターでも死ぬほどいいねしてるんですけど、そうなんだ。俺昔ツイッターのタイムラインで見たんですけど、ソニックが、ドクター・マーチンのブーツ履いてるファンアート。ちょっと俺これちなみに調べたんですけど見つけらんなくて。ファンアートそう、もう発掘できなかったんですけど。そうなんだ。これ見て俺超衝撃的で、むちゃむちゃかっこいいと。なんだこのファンアートはつって、イケてんなつってね。で、影響されてドクター・マーチン買っちゃってますから僕。ソニックに影響されて。いや、めちゃめちゃかっこよかったなって。憧れの人じゃん、完全にソニックが。いや、もう完全にそうっすね。ファッションリーダー。そう。俺の中のファッションリーダーだったよ、その時。かっけーっつって。触発されて、ドクター・マーチンのブーツ買っちゃうくらいには、やっぱソニックとファッションってなんかすごく、玉川さん的にはすごい好きなポイントだったりするんで。なるほどね。で、このソニックプライム、各世界でブーツとグローブとのデザインがコロコロ変わるじゃないですか。ソニックのね。超いいっすよね。かっこいいよね。そう。なんかすごいデザインセンスいいっすよね。いちいちいいのよ。本当に世界にもマッチしてるし。ね。やっぱ9のなんか技術力なのかわかんないですけど。そうなのかな。ソニックも作中で、孤独な天才科学者が飽きたら、ファッションの仕事でも始めろよ。スタイリッシュみたいなこと言う。サンシャイン池崎みたいなシーンあるじゃないですか。スタイリッシュって。あのシーンもすげえ好きなんで、靴もグローブも超イケてるんで、今後もなんかもしかしたら、新しい世界が展開されていったり、もっといろんなグローブだったりシューズだったりのね、デザインが展開されると思うので、次のデザインだったりも楽しみですし、今まで描かれてたグローブやシューズももうちょっとなんか、アップで見たいというか、詳細に俺にちょうだいというような気持ちで。そうデザインワークスみたいので出してくれたらいいっすよ、ね。いや、見たいっすね。なんかそういうアートワークみたいな。本当に他のキャラの衣装もすげえいいよね。超いいっすよね。ノープレイスのさ、海賊のみんなの服すげえ好きなの。むっちゃ好き、わかる。可愛いよね。超いいよね。みんな可愛いのよ。テイルスがストライプのバンダナ巻いてるのとかも、いや、可愛いなと。そうなんか色味もなんかすごいテイルスらしいじゃないですか。ね。超いい。いいよな。本当それはもう共感しかないで。わかります？いや、そうなんですよね。だからちょっとファッションとソニックっていうのがそもそもすげえ好きだっていうところもありながら、ソニックプライムではそこへの供給が凄まじいんで、ホクホクっす。いいっすね。そうっすね。ここガンガンやってほしいと思うんで、ファッションデザイナー9に今後も期待したいなということでございます。そんな感じで玉川さんからのソニックプライム推しポイント、各シャッタースペースのテイルス、2D ソニック表現、キャラのコスチュームチェンジでした。なるほど。ありがとうございます。これが玉川ね、推しポイントということで。はい。はい。では続いて、私、明智のね、明智的推しポイントをちょっと紹介させてください。お願いします。ソニックプライム、明智的推しポイントその1、声優の演技。はい。これですね。はい。ゲーム版と同じ声優さんが担当してるんですよ、各キャラの声を。でも最近ね、ご無沙汰のキャラのルージュとか、シャドウが喋ってくれるということをもうすでに嬉しいんですけども、やっぱりなんといってもね、各シャターバース、その世界によって、キャラクターの性格とかが全然違うじゃないですか。そうですね。それに応じた演技の変化ね。これがすごい。すごいっすよね。ことで。さっきも言ってくれたけど、9と、通常のテイルスのこの性格の違いだったり、あとエミーね。エミーすごいよね。わかる。ロボット化しちゃったエミー。ラスティーローズね。これ初めて聞いた時ちょっとビビったもん。全然違うもんね。こんな声出せんのでもそれ以降もね、それ以降もいろんな世界でエミーキャラクター違うんですけど、それぞれの世界観に合った喋り方とかしてて、エミーもすごいいいんすよ。わかる。どのエミーも可愛いかっこいい。ノープレイスの海賊世界の「アイキャプテン」っていう言い方あるじゃないですか。あれもすげえ可愛いっすよね。いいよね。エミーわかるわ。エミーの声いいよな。とは言ったものの、私の一押しはですね、これ金丸さんなんですよ。ソニックだ。ソニックですね。いやもう結局ソニックなんかいって話なんですけど、ソニックは別に各世界で性格違わないんですよ。ソニックはもうずーっと
旅していくっていうね、ことで、ゲーム版とね、ちょっとソニックの性格が、やんちゃっぽくなってたりとか、お調子者な感じが強くなってたりとか、で、若干なんかゲームと違うなみたいな感じも受けつつも、セクシー。何その感想？セクシー？セクシーだよね。いや、なんか改めてびっくりしちゃって。いや、ゲーム版でも金丸さんのソニック聞いてますし、今までずっと聞いてきた声ではあるんだけれども、なんかこうソニックプライムで改めてこう活躍見てて、いや、やっぱ金丸さんセクシーすぎるなと。日本のソニックはセクシーすぎるだとちょっとね感心しちゃったよね。やっぱいい意味でね。いや本当にそういい意味で、いい意味でもう本当になんかドキドキしちゃってさ、ニューヨークシティでバブルキャラと戦うときに、ってこう投げキッスをするシーンがあるんですよ。毎回死にますね。死んでんだ、明智は。何なんすかあれは。びっくりしたよね。いや確かにね、すごい声優、各キャラね、演技の幅すごいなと思いながら、ソニックはその人格変わらず各世界旅していくけど、その、なんすかね、やっぱ表現の深さというか、全然ソニックに飽きないもんね。そうなんですよ。なんかゲーム版のソニックはゲーム版のソニック。で、このアニメはちょっとアニメっぽいソニックなんだけど、そうだね。なんかもう、やっぱ俺の大好きなソニックだっていう感情もビシビシ受けちゃって、またソニックが好きになってしまったよね。より一層。より一層好きになっちゃった。で、映画ソニック・ザ・ムービーで、声優がこの金丸さんではなくて中川大志さんが務めて、いろいろあったじゃないですか。話題になりましたよね。で、映画版はもうすごい中川大志ソニック最高じゃんって思ったんですよ。間違いないじゃんと思ったんですけど、ちょっと今回改めて、金丸ソニック最高じゃんと。いや、やっぱり間違いないんだね。これも全然別のね良さがねやっぱあったなというところですね。これに尽きるなと。ちょっとソニックではないんですけどね、個人的に好きなシーンはシャドウのこれはエアーシューズだっていうシーンがあるんんですけど。そうだったっけ？そんなセリフありましたっけ？あれめっちゃ好きだね。そうなんだ、そこなんだ。なんでだよ。ソニックだろ、そこはセオリーは。不思議になんかギャグっぽいのにちょっとかっこいい変な感じの良さあった。普段クールなシャドウからなんか淡々とした説明が織りなされるのがちょっとなんかシュールだ。シュールだ。でもちゃんとかっこいいっていう不思議な良さもあって。なるほどね。声優の演技最高ですね。そうだね。じゃあ続いて、明智的推しポイントその2、BGM がいい。うわ、そこ注目しなかったな。BGM ですね。あんまりこうやっぱ目立つ感じではないですよ。1回目聞いた時は正直明智もスルーしてたんですけど、やっぱ何回かこう見直していくと、いろんなのが見えてくるというか、ストーリーは大体もう分かってるんで、いろんなところ見ようかなって思ってると、急に BGM がすげえ耳に突き刺さってくるというか、いい曲ってなることがあって、で特にこう上げさせてもらうと、シャドウとソニックが戦うシーン、結構バチバチやり合うシーンあるじゃないですか。第2話かな、あれは。あそこの BGM 結構かっこいいんですよ。うわ、そうだったか。なんかシャドゲの頃のゴリゴリのハードロックっていう感じではなくて、なんかちょっとこうソニックジェネレーションズでシャドウと戦った時みたいな、分かる人には伝わってたらいいんだけど、なんかちょっとこうブオーンみたいな、こう宇宙で戦ってるみたいな感じの曲調なんですよ。かっこいいです。一応なんかじゃあ過去のゲーム作品にも通ずるような音作りになってるような。なんか意識してたんですかね。いや、なんかすごいその曲はね、気になったし、シャドウっぽいなって感じさせましたね。気づかなかったな。あそこってすごいシャドウとソニックがバチバチやり合うさ、アクションが派手なシーンだから。そうだね。そっちに注目しちゃうもんね。そうなんですよね。よく気づいたね。いや、気づきましたね。さすがだな。気になっちゃって。であとは、ノープレイスの海賊船でみんなでワイワイやってる時の曲も、なんかすごい雰囲気があっていいんですよね。なんか西洋の感じがあって、あれは個人的に好きなサウンドでしたね。海賊編好きだったな。全体的にいいよね、海賊編で。あとクレジットの時の曲ね。てん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 っていう愉快な。いいね。あれ毎回踊っちゃうよね。小踊りしちゃうよね。確かにいいね。ネトフリの次に行くとかいらねえっつって聞かせろみたいな。聞いてるんだ。なるほどね。聞いちゃうなっていう。クレジットの曲も良かったですね。一応このね BGM 気になったんで、作曲者なのかな調べたんですけど、さすがだな。ステファン・アンドリューさんという方で、海外のアニメ作品の曲を作曲されてる方のようで、有名作品で言うとマイ・リトル・ポニー、友達は魔法、
知ってますか？マイリトルポニー、存じますよ。有名ですよね。ポニーのおもちゃのね、キャラクターのアニメなんですけど、かなり有名な、本当にもうアメリカでも大人気だし、ソニック好きな人は結構マイリトルポニー好きな人多いんじゃないかと思うんですけど、同じ方が作曲されてるということでね。そうなんだ。だからもう本当に安心のキャスティングだったということですよね。なるほど。で、あと最後に1個、BGM 関係ないんですけど、ソニックプライムのトレーラーで流れていた歌、これ皆さん覚えてますか？どういうんだっけ？アンメンペッツンズテンそのフレーズをなんかピックアップするんだ。ああ、でも思い出した。はいはい、ありましたね。これビジネスオブデンジャーっていう曲らしいんですけど。そうなんだ。何言ってるか分かってなかったからさ。これが忘れられなくて。ああ、いいね。すごい耳に残るよね。そう。この曲は好きですね。あ、そうなんだ。ちょっとなんかストリーミングでね配信されたらもう聴きまくりたいぐらいの曲だったトレーラーで流れてたやつ。もう一回歌ってもらっていい？別にいやでも確かにな、そんな感じだったよな。ビジネスオブデンジャーね。なるほど。皆さんも注目しておいてください。了解です。ということですね。はい。最後、明智的推しポイントその3、レベルとレネゲード。ニューヨークシティのルージュとナックルズですね。いやもう明智はナックルズが大好きなんですよ。ずっと言ってますけど、はい。でこのナックルズとゲーム作品でライバルの女怪とルージュがニューヨークシティではレベルとレネゲードっていう名前なんですけど、ゲームではいがみ合うことが多い2人がめっちゃ信頼し合ったバディっていうね。確かにこれだけでもうね、ご飯食べれるっていうことですけど細かいところいろいろ言うと、ルージュがリーダーで、ナックルズが部下というね、ここもいいよね。確かに。ルージュってそんなになんか先陣を切ってさ、戦っていくキャラじゃないのに、かなり戦う女してるんですよね。確かにね。レベルはね。ここもなんか新鮮だし、ナックルズも結構しっかりちゃんと従ってるというか、なんかここのバディ感すごい新鮮で嬉しいし、こういうのをゲームで見たかったんですよ。なるほどね。もっとね。確かに意外とそうだよね。常に反発してる印象だけど、完全に共闘してるもんね。完全に共闘ですね。しかも本当になんか、ルージュがあんまりこう、打算的じゃないというか、結構心から世界の平和のために戦ってる感があって、確かに。こういうルージュもありかっていう。いいよね。なんか、ドキドキするよね。確かに。ドキドキしちゃいますよね。チャレンジしようとするところが可愛いっつってね。ナックルズに対して可愛い発言をするっていう。うわこれゲームでもね、あるっちゃあるんですけど、いやなんか、こんなに大胆に言うっていうこととかね。いやもう本当に衝撃の連続ですよ、この2人の関係は。確かに、ルージュのちょっと新しい魅力出てるよね。いやこのね、ソニックプライムはルージュがすごいいいんですよ。で、このレベルとレネゲードの一押しのシーンで言うと、これ気づいてる方いますかね？第3話で、ソニックがカオス委員会に捕まってしまって、身体検査みたいなの受けさせられてさ、大ピンチみたいになって、で、ナインがラスティローズのコントロールを握って、でなんとか大逆転するみたいなシーンあるじゃないですか。でこれソニックがその戦いが終わった後にハグさせてくれっつってみんなを抱き寄せるんですよ。その後のこのレベルとレネゲード注目してください。ソニックを引き剥がした後にお互い目を合わせた後スッと目線をそらしてちょっと照れ隠しをするんですよ。気づいてなかった。何それ。こいつら好きじゃんっていう恋か、そこは。そう。ソニックによってギュッと距離が縮まってしまって、バッと離れて、おいとか言いながら、見つめ合って、スッとおい、しちゃってんじゃないのシーンがね、あるんすね。よく気づいたな。信じられないよ、俺は。興奮してんね。信じられないよ。気づかなかったな、それ。見てみよう。ここはもうマジで刮目せよ。了解っす。ニューヨークシティでなんかすごい重要なね、世界っぽいね、何度も今後も訪れそうですし、まだまだね、2人の活躍見られそうなんで、ワクワクが止まらないなということですよね。なるほどね、いただきました。というわけで、明智の推しポイントは、その1、声優の演技、その2、BGM がいい、その3、レベルレネゲードと。なるほど。ということですね。ありがとうございます。はい。はい。というわけでね、熱い推しポイント合戦が繰り広げられて。熱かったね。結局共感し合いっぱなしだったね。確かに。そうね。いや、わかるみたいな感じでしたけれども、いやもう本当にすごいいいアニメなんですよ。というわけですけれども、ソニックプライム全体に対するね、感想をちょっと話してほしいなと思いますんで、今回もじゃあ玉川さんの方から
全体の感想いただいていいですか？そうっすね。全体的なことだよね。うん。こういう感じかなって一言で言うと、一回でもゲーム遊んだりしたことがあって、各キャラクターの性格とか雰囲気がなんとなくでも分かってる人にはもう完全におすすめ。そうだね。ネットフリックス見るとジャンルもさ、キッズ向けテレビ番組になってんだよね。そうなんだよね。っていう割にはでもキッズしてなくて、別に大人でも楽しめると思ったから、その子供向けなんじゃないのみたいなところの懸念は全然ないかなという感じで、一方各キャラのことを全く知らないぞと、ここからソニックの世界コンテンツに入っていきますみたいな人はちょっとやっぱきついよね。ああ、そうか。ある程度知ってること前提で、構成されてる印象だと思うし、だから、なんとなく流し見はできると思うんだけど、全然置いてけぼり食らう可能性とかあるかなと思ってて、例えばソニックがエッグマンとの戦争に備えてリングを取りに行くみたいなシーンとかってなんでリングを取りに行くのかとか全然意味不明だと思うから。説明ないからね。そう説明なくシャドウがカオスコントロールしてたりとかこの技何みたいな話になっちゃうと思うからそういうのがあるんだなっていう風になんとなく飲み込みながら、喉をつっかえさせながら見進めること自体はできると思うんだけど、あんま気持ちよくないと思うから、ある程度キャラのこと知ってるよっていう人向けなんじゃないかな。そりゃそうなんだけど、悪い点っていう風に言うつもりはなくて、全然ソニック好きに向けたアニメだと思うから、そっちの人もガンガン楽しんでもらってって感じだと思うし、ソニックのこと全く分かんないけど、今からソニックプライム見てみますみたいな人はちょっと別の入り口あるよということは提唱してあげたいなと思いますね。なのでちょっと話整理すると、これがソニック初見ですとか、ここからソニックに触れますみたいな人はやや置いてけぼり食らったりとか、感情移入が間に合わないまま進んじゃったりしそうだなという印象がございました。でそのソニックプライムの立場的にはそれでもいいかなと思ってるんだけど、これパターンとして、ソニックプライム見たけどよく分かんなかったからゲームやってみーよっつって最新作ソニックフロンティアがある、ソニックフロンティアやってみーよ、やっぱりキャラのことよく分かんなかったなっていうパターンがありそうだなと思ってフロンティアはね、そうなんですよね。そういう人がありますよ。ちょっとこのパターンに入っちゃうと、ソニックってすごいキャラが魅力的なのに、このキャラの魅力がうまく伝わらないコースに入っちゃうのはもったいないなっていう気がしていると。はい、間違いない。なんで結局宣伝になっちゃうんですけど、ソニックフロンティア入門動画とか、開けたまの過去動画とかね、うまく補填してあげて、キャラクターの魅力についてもそういうところでね、説明できると、すごいウィンウィンというか。そうだね。本当に宣伝になっちゃうけど、そのためにやってたみたいなのがありますからね。そうですよね。かなり入門向けに作ってるんで。全然本当に、初めてそこから入るっていう人でも分かりやすいようには意識したんで、見てもらったらいいんじゃないかな。そうっすよね。キャラクターの印象とか性格とかをある程度把握してる人におすすめ。知らない人はちょっと考えてみて。っていうようなのが、忖度なしの感想かな。理解しました。ありがとうございます。じゃあ、明智の方もね、総論というか、ソニックプライムについてちょっと話していこうと思うんですけど、まとめて、その印象を言うと、ソニックと仲間たちのやりとりやアクションを見てるだけでも楽しめる作品だなという感じですね。で、一回見るだけでは結構気づかないぐらい、本当芸が細かい。です。確かにキャラクターの動きもそうだし、さっきの BGM もそうだし、小ネタもそうだし、もう何回か見てようやく気づけたみたいなぐらいのいろんな楽しめる部分があるんで、そこはすごいな、嬉しいなという感じでしたね。で、ストーリーに関しては、個々の世界、バースでのストーリーって、割と単純で、今のところ展開の意外性とか、感情すごい揺さぶられるみたいなシーンはないので、もう子供向けというか、子供が見ても十分楽しめるなという感じはしますね。ただ、全体通して謎も結構多くて、まだ明かされてないところとかあるんで、考察勢も楽しめるようにはなってるよということですね。ストーリー楽しみたい人も、大丈夫という感じですね。で、全体の雰囲気はシリアスよりはコミカル寄りなんですけど、今後の展開次第ではがっつりシリアスにもできそうだなと確かに感じてます。怖いですよね。そうだね。これちょっとシリアスに一気に傾いてきた時のこのギャップというか、前半コミカルで泳がせてたのにめちゃくちゃ騙されてたんだけどみたいな展開あるからね、全然。そうだね、ありえるな。まだシャドウを残してるしね。確かに。なんで、ここまでの8話まで見て、コミカルな感じだし俺には合わないかもって思う人もいるかもしれないけど、まだ全然あるよっていう。言うてまだ8話だからね。そうなんですよ。全然前半キャッチーにコミカルにやってましたって、ここまではお遊びっていう可能性は遊びは終わりだという可能性あるよね。シャドウのセリフですね。ありますよ。で、シリーズ初心者
がこのソニックプライムを見る上で、どういうスタンスで見てほしいかっていう話をすると、ソニックのかっこよさとか可愛さは、もう嫌というほどわかります、ソニックというキャラクターがすごいいいというのは伝わるかなと思います。で、ソニック以外にもたくさんキャラが登場するんで、なんとなく見ててもこのキャラクター気になるな、みたいなことは見つけられるんじゃないかなと思うので、初めてこれを見たっていう場合であっても、なんか好きなキャラ見つけるみたいな感じになってくれればいいなという気はしてるんですよね。ただゲーム版との設定の違いもあるし、テイルスたちのキャラ、コロコロ変わるんで、なんかやっぱ戸惑う感じというか、ついていきづらいみたいなところはあると思うし、シリーズおなじみの要素を使ったネタもやっぱ出てくるんで、一見意味わかんないシーンはありそうだなと。さっき玉川もね、リングを集めるみたいなこと言ってくれてましたけど、ソニックがダメージを受けた時にリングがばらまかれるんですよ。これも意味わかんないじゃないですか。そうなんですよね。知らない人はね。とか、ソニックがロボットを倒した時に、フリッキーが出てこない。新型か。これもわかんないよね。意味がわからない。何を言ってんだこいつはみたいな感じになっちゃうんですけど、これはゲーム原作ネタだよということで、原作ありの作品ではよくあることなんで、悪いところというつもりはないですけど、一応そういうのはあるよということですね。で、シリーズファンにとっては逆にそういう小ネタめっちゃ楽しめますよということで、ソニックがね、原作おなじみの足踏みポーズ、イライラ足踏みポーズをしていたりとか、クジラみたいのが出てきた時に、クジラかもってみんなが言った時にソニックがシャチじゃないよな。シャチね。シャチ。シャチです。ソニックアドベンチャーのね、のことをこう言及したりとか、ストーリーを理解する上で全く関係ないんで知らなきゃスルーしちゃうんですけど、楽しい小ネタがいっぱいありますよと。玉田さん、ソニックがさ、テイルスラボに訪れた時にさ、パスコード1992を入力してるところ、あれソニックザヘッジホッグ2の発売年ですよね。ちょっとテイルス初登場の作品から持ってきてるネタだって。そうなんですよ。明智君に教わってるんで、これかみたいな。そうだね。そんなところも楽しみましたね。わかると嬉しいネタやっぱりいっぱいあるんで、ソニックのね、作品としてはすごく楽しめますよということですね。ゲームでは見られないキャラの変化も面白いですし、そこが一番むしろ美味しいポイントかなとは思ってます、シリーズファンにとっては。ただゲーム版との設定の違いだったりキャラの性格の違いが、気になっちゃうよっていう人は苦手なのかなっていう感じですかね。なるほどね。シリーズ初心者にとってもシリーズファンにとっても言えることは、声優もゲームと同じだし世界観もゲームにかなり近い作品ではあるんですけど、初心者にとってはこれがゲームと同じって思わない方がいいよと。なるほど。全然別物だと思った方がなんかフラットにゲームにも入ってもらえるんじゃないかなと思います。ソニック全然性格違うじゃんとかってなっちゃうと思うんで、それは別物ですよと思ってもらいたいなという感じですね。なるほど。ソニックプライム、個人的な楽しみ方かな、言うとソニックのイフ世界盛り合わせです。なるほど。キャラのやり取りや新しい一面を楽しむアニメだなというふうに明智は捉えてますね。なるほどだね、これは。明智はね、ソニックキャラ大好きなんで、超嬉しいです。面白いもんね。僕もキャラ好きだから、なんか本当意外な見せ方されるとすげえドキドキしちゃうわ。そうなんだよ。もっとやってくれということで、そのいろんな世界が出てくるんで、それぞれの世界をもっと深掘りするね、スピンオフとかも全然やってくださいよと。確かに確かに。いう感じでもったいないですよね。あれだけで終わっちゃうのはね、と思ってます。はい、そんな感じですかね。ちょっと長々喋っちゃいましたけど。ありがとうございます。はい。というわけで、最後になるんですけど、ソニックプライムまだまだ続きありますということで、今後の展開に期待していること、それぞれこれも考えてきましたので、まず玉川さんの方から教えてもらっていいですか。了解です。そうですね、期待してることということで、今以上にそのホームの階層描写みたいのが増えると玉川さん嬉しいなって思ってて、ホーム、グリーンヒルだよね。ソニックたちが元いた世界の階層描写。というのも、そのボスケージメイズ、ジャングルのシーンで、ヤシの木をプレゼントされるソニックっていうね、ホームで、階層描写があるんだけど、俺シーンすげえいいなと思ってんだよ。あれ印象に残るよね。そうね。じゃじゃーんってこうね、エミーがヤシの木をプレゼントする。ヤシの木なんてどこにでも生えてるじゃないかってソニックが言うんだけど、ここで育んだ思い出こそがプレゼントだみたいなことを言うシーンなんだけど、あれ各キャラが一言ずつなんか思い出みたいなのを喋ってくるんですよ。そうだね。テイルスだとソニックが家を往復する前に僕がヤシの木のてっぺんまで飛べるかかけたよねみたいな、まだ貸しが残ってるよへへへみたいなやりとりがあってだからソニック負けてんだなっていう、このなんかソニックの速さに対するみんなの認識がなんか分かったりとか、あと掛け事とかすんだみたいなそうだね。そうなんですよね。なんかキャラとソニックの関係性とか、キャラクターの性格とかがすごい現れる描写だと思うし、
ナックルズが、ここでエミーにあるココナッツパイを一緒に作ったよな、つって、ナックルズの優しさじゃないですか。一緒にココナッツパイを作ってあげるっていうのと、そうだね。で、次にルージュが、私は買ってきたココナッツパイが手作りだって言ってたのを見たわよ、みたいな。だからソニックに騙されてるんだ、ナックルズっていう。この、一部始終をルージュが見てたっていう、この、なんか各キャラの、なんか性格とか立ち位置がなんかセリフから読み取れると。そうだな。うん。なんかすごいいいシーンだなと思ってて。で、このソニックプライムってすごく特徴的なのが、各世界を股にかけて、いろんな性格のキャラクターが登場する。っていうのがやっぱ一番の特徴だと思うんで。そうだね。で、それをやるんだったら、もうホームの、アイデンティティとなるキャラクターの性格、キャラクター像をもうしっかり描写すべきだなというのをすごく強く思うんですよね。で、なので、ホームの回想シーンっていうのを、増やしていくことで、キャラのね、元々の性格とか関係性が見えれば見えるほど、本作のキーになってるシャターバースっていうのがね、かなり輝くと思うし、どの世界になっても変わらないキャラクターの根源的な魅力。なるほどね。この根源こそがこのプライムの意味するところだと思うので。ソニックプライムの、プライムは根源だと。各世界を股にかけてもブレないもの。これがソニックプライムなんじゃないかなと。なるほど。ソニックにも言えることだけどね。いろんな世界を股にかけて冒険していくけど、その中でソニックが一番大事にしてるものとか、ソニックが動く指針になるものみたいのが、プライムという言葉に繋がってくるんじゃないかなと思ったりしたので、はい。本当にヤシの木プレゼントのシーン、あそこもすごいソニックプライムの魅力がギュッと詰まった数分間だったと思うんで、あれ、お願いしますという形です。なるほど。わかりました。ありがとうございます。じゃ続いて、明智のソニックプライムに今後期待すること、言わせていただくと、ソニックの成長ですね。ゲームにおけるソニックって結構もうなんか完成しきってるというか、なんかもう達観していて、どちらかというとソニックが周りに影響を与えるっていうことが多いんですよ。確かに。ソニックの生き様とかを見て、僕もそうなりたいとか、私もああなりたいみたいな感じで、みんなが変化していく、行動していくっていうストーリーの組み立て方が多いんですよ。ただ今回の作品ってなんかソニックがやっぱりちょっと未熟っぽく描かれてたりとか、お調子者っぽく描かれてたりとかしていて、仲間たちから逆に影響を受けて、なんか自分を見直していくみたいな感じですよね。もうすでに8話までの段階で、これってゲームと違うなっていうふうに思っていて、だからなんかゲームでは描けないソニックの新しい一面みたいなものが、このアニメは描けるんじゃないかなっていう期待があって、映画ソニック・ザ・ムービーでも、ソニックって成長する物語だったじゃないですか。でもあれってもう本当にゲーム世界と全然違う設定で、ちょっと孤独だったソニックが、仲間とホームを見つけていくみたいなストーリーでしたけど、今作のソニックって、ゲームと若干の違いはあれど、基本的にはもう仲間がいて、でリーダーで信頼されてるっていう存在じゃないですか。でもそのソニックが、当たり前だった仲間とホームを失ったところから始まるんですよね。確かに。だからこれって映画の対比っぽくなってて、でも両方ソニックの成長を描いている物語だな感じはあって、で、ソニックがすごい故郷に愛着を持っているっていう描写もなんかゲームにはなかった要素で、で一方でナイン、彼は故郷をめちゃくちゃ憎んでるキャラなんですよね。確かに。これもなんかソニックとのすごく対比になっているなっていうふうに思って、テイルスはソニックに影響を受けて成長していったキャラクターですけど、ナインはどうなるのか。確かに。この今までの流れからするとソニックはいろんな人から影響を受けて変わっていくはずなんだけど、ナインからどう影響を受けるのかなとか、ソニック闇落ちすんのかなみたいな。いや、そこまではないにせよ、なんかそんなソニックとナインの関係もなんか単純にソニックとテイルスみたいな関係でナインがソニックの影響を受けてみたいなことにならないんじゃないかもっていうこともあったりして、なんかソニックの成長、他のキャラクターから受ける影響での変化みたいなところは期待してますね。いいね。予想できない。どうなるんだろうっていう。なんか全然予想を裏切ってほしいなっていうのがちょっとあって。なるほど。そこに期待してますね。なるほどね。いただきました。という感じですかね。はい。じゃあお互いね、推しポイントと、まとめ感想と期待といろいろもう語り尽くしましたね。そうっすね。でもこれまだ8話までの話なんですよ。いや、やばいっすよね。結構まだまだ喋れるっすよね。で、まだまだ本当これ
選び抜いた話題なんで、まだまだ喋れるぐらいには詰まってますから、1話の中に。これまだあと16話分あんの。やばいっすね。嬉しすぎません？そうだね。はい。というわけでね、ソニックプライム見たという方はね、ぜひ、皆さんのコメントなんかで、感想を教えてほしいですし、まだソニックプライム見れてないよという方は、興味持ったらぜひ、ネットフリックス見に行ってみてくださいということですかね。この動画いいよと思った方は、高評価、コメント、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。はい、お願いします。この動画この辺でよろしいでしょうか？はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。次回もよろしく。